こんにちは。夫が私を車に一人残して、陣痛が6分間隔で来ているのに放っておいた話を聞いてください。朝6時47分、私は陣痛に耐えている最中に夫は後部座席から釣り道具を取り出し、病院は12分で着くから大丈夫と言って車から降りました。それから彼は父親のシボレー、シルバラードに乗り込み、マルベリーストリートを赤いテールランプが消えていくのを見送りました。その瞬間、また陣痛が私の体を襲いました。あの朝、私は初めて自分が誰と結婚したのかを理解しました。私の名前はスティニー・ディッカーソン。29歳で、初めての子供を完全に一人で産もうとしていました。話を戻しましょう。なぜ私があのフォード・エクスプローラーの助手席でダッシュボードを握りしめ、夫が娘の誕生より釣りを選んだのかを理解してもらうために。私は4年前、ペンシルベニア州ウィリアムズポートの友人宅のバーベキューでブレント・ホロウェイに出会いました。彼は魅力的で気配りがあり、私を部屋で唯一の存在に感じさせる人でした。1年の交際を経て結婚しました。私は父が結婚の2年前に亡くなっていたので、彼の名前を受け継ぎたくて旧姓のディッカーソンのままでいることにしました。ブレントはそれを理解していると言いました。振り返ると、それは私が見逃した最初の赤信号だったと思います。彼は多くのことを理解しているように見えて、実際には受け入れていませんでした。ブレントは父親の配管資材会社、ホロウェイ・パイプ&フィクスチャーで営業部長を務めていました。肩書きは立派ですが、実際は父親の言うことを何でもやる役割でした。父のジェラルド・ホロウェイは61歳の未亡人で、ブレントが15歳の時に妻を癌で亡くしました。最初はジェラルドに同情していました。妻を失い、10代の息子を一人で育てるのは大変だろうと。しかし、いつの間にか彼の悲しみは別のものに変わっていました。それは、支配でした。ジェラルドはブレントを感情的に厳しく縛り付け、彼は父の承認を得なければ息をすることさえできない状態でした。そして、毎週土曜日の釣りの時間。ブレントが12歳の頃から毎週土曜日は父と釣りに行く決まりでした。休日も、緊急事態も、結婚式の日さえも欠かしたことはありません。私たちの結婚式は日曜日に変更しました。なぜなら、ジェラルドがすでにレイトーンの釣り場を予約していたからです。最初はこの不死の伝統を微笑ましいと思っていました。家族の絆の証だと自分に言い聞かせました。でも、私が気づかなかったのは、彼らの釣りの時間の前に私が来ることは決してなかったということです。一度もありませんでした。私が文字通り家族の次の世代をこの世に連れてくる時でさえも。その3月の朝の前にも、兆候はありました。いつもあるものです。ただ私は見たくなかっただけ。出産予定日の数ヶ月前、私たちの共同口座から少額のお金がなくなっているのに気づきました。最初は$150、次に$200。ブレントに問いただすと、ビジネス経費だ。供給チェーンの仕事はわからないだろうと一蹴されました。私は医療請求の専門家で数字には詳しいのですが、疲れていて妊娠中だったので夫が私の顔に嘘をついているとは信じたくありませんでした。母のコリーンは、婚前の3年前にこの結婚に警告を発していました。スクラントンの自宅でキッチンテーブルに私を座らせ、ブレントはいい人そうに見えるけど、父親に逆らえない男は本当の男じゃない、と言いました。私は不公平だと反論し、彼のことを私ほどは知らないと言い、愛があれば大丈夫と言い聞かせました。母はいつもそうです。聞きたくないことほど当たっているものです。そしてその3月の土曜日の朝。妊娠9ヶ月、陣痛は強くなりつつあり、私は助手席に座っていました。なぜなら夫が病院まで車を運転するはずだったからです。でも彼は私たちのドライブウェイに立ち、片手に釣り竿、もう片手にタックルボックスを持ち、父さんはもう湖にいる。待ちきれないんだ、と言いました。女性は何千年も前から出産してきた。君は強い。12分なんて近い距離だと。そう言って額にキスをして、父親のトラックに乗り込みました。彼らが走り去った後、私は1分間そのまま座っていました。動けなかったわけではありません。
陣痛は痛かったけれど、その時はまだ耐えられるものでした。その場に座っていたのは、夫、つまり私の子供の父親が、陣痛中の私を置いて自分で病院に運転しろと言ったという現実が信じられなかったからです。まるで悪い夢、嫌な冗談、他の女性に起きる話のように感じました。私には起こらないはずのことが、今まさに起きているのです。私は二つの選択肢を持っていました。崩れ落ちるか、運転するか。私は運転を選びました。ウィリアムズポト病院までの12分は12時間のように長く感じました。到着した時には陣痛の間隔は4分に縮まり、痛みも増していました。私は駐車場で2台分のスペースに斜めに車を止めましたが気にしませんでした。レッカー移動されても、罰金を取られてもどうでもよかったのです。もっと大きな問題がありました。駐車場から姉のジャネルに泣きながら電話しました。ジャネルは36歳でフィラデルフィアの家族法事務所でパラリーガルをしています。彼女はブレントが好きではありません。電話は2度目の呼び出しで出て、私が言葉を絞り出すのを待ってくれました。彼女は質問せず、車に乗ってすぐに行くと言ってくれました。フィラデルフィアからウィリアムズポートまでは約2時間半。彼女は2時間で到着しましたが、私はまず一人で受付を済ませなければなりませんでした。あの屈辱は忘れられません。受付の看護師が緊急連絡先を尋ねたので、なしと書きました。赤ちゃんの父親はどこにいるのかと聞かれ、連絡が取れないと答えました。看護師たちはとばなく目配せをしました。女性同士が何かを察するあの目配せです。50代の優しい女性リタは私の手を握り、あなたは自分が思っているより強いわよ、と言いました。陣痛の合間に保険の申請書類を自分で書きました。私は医療請求の仕事をしていて、どのコードや番号が必要かよく知っているからです。これ以上馬鹿げた皮肉はありません。少なくとも自分の職場に保険の確認を電話しなくて済みました。ささやかな救いです。最悪だったのは、病院のベッドでモニターをお腹に装着し、夫の姿がない状態で、携帯を見た時でした。ブレントに送った17通のメッセージがすべて既読になっていました。彼は全部見ていたのです。一つも返事はありませんでした。釣り糸を見ているのに忙しかったのです。リタが様子を見に来て、他に連絡できる人はいる、と聞きました。17通の返事がないメッセージを見て、私の中で何かが変わりました。壊れたのではなく、鍵が開くように心が動いたのです。3年間黙っていた私の一部が目覚めた瞬間でした。いいえ、他に連絡できる人はいませんと答えました。でもそれは完全に真実ではありませんでした。確かに誰かはいました。私自身です。そしてその誰かがどれほど強いか、これから知ることになるのです。ここまでの話を楽しんでいただけたら、ぜひチャンネル登録をして、コメントでどこから、いつに見ているか教えてください。すべてのコメントを読んでいますし、皆さんに感謝しています。ありがとうございます。さて、話を続けましょう。そう、私は一人で陣痛に耐えていました。人生最高の時間を過ごしながら、11時間かけて娘を産みました。11時間の陣痛、呼吸法の練習、看護師たちに、よく頑張っている、と励まされながら、この瞬間に至るまでの人生の選択を振り返りました。初産の女性は陣痛が長くなることが多いと聞きました。これが普通です。すべて順調ですよと。しかし6時間を過ぎた頃、すべてが美しくなくなりました。リリー・メイの心拍数が陣痛の最中に大きく下がりました。モニターが鳴り出し、3人の看護師が慌てて部屋に駆け込んできました。あまりに急で床が抜けるかと思いました。医者が突然現れ、胎児機能不全や緊急処置、帝王切開の可能性について話し始めました。私は怖くて仕方ありませんでした。自分のためではなく、まだ会ったこともないけれど、もう何よりも大切に思っている赤ちゃんのためにです。すぐに携帯電話を取り出し、ブレントにメッセージを送りました。赤ちゃんが危険です。緊急手術が必要かもしれません。来てくださいと。20分後に返事がありました。医者がちゃんと対処してるはずだよ。
今日は魚の食いがいいって言ってる。状況を教えてくれと。そのメッセージを私は3度読み返し、スクリーンショットを撮りました。なぜかはわかりませんでしたが、本能だったのかもしれません。まだ必要になるとは知らなかったけれど、何かに備え始めていたのです。魚の食いがいいという言葉が頭の中で響く一方で、娘の心拍数は下がり、医師たちは緊急手術の準備をしていました。そして夫は魚のことで心配していたのです。その瞬間、自分自身について学びました。心が張り裂けそうなほど悲しく、同時に怒りで燃え上がることができると。そして、その両方の感情を押し込め、最も大切なことに集中できることも。それは赤ちゃんを無事にこの世に迎えることでした。リリー・メイは安定し、手術は必要ありませんでした。11時間の陣痛の末、午後5時47分、彼女は泣き声を上げながらこの世に生まれてきました。7ポンド4オンス、完璧でした。心から完璧だと思いました。赤ちゃんを胸に抱いたとき、私は泣きました。安堵と喜び、疲労、そしてパートナーと共有できないという奇妙な孤独感からでした。彼女の名前はリリー・メイ・ディッカーソン。私の姓をつけました。いくつかの決断は、善に決まるものです。ジャネルは午後6時30分、リリー誕生の45分後に到着しました。彼女はまるで時速100マイルで駆けつけたかのように息を切らしていました。最初は何も言わず、私を抱きしめ、リリーを見て、また抱きしめました。やっと口を開いたとき、ただ一言、彼はどこにいるのと言いました。私は首を振りました。彼女は理解しました。彼女は娘を抱きしめてくれ、私はようやく休むことができました。そして、その瞬間、部屋に愛が満ちた気がしました。ブレントが到着したのは、午後8時52分でした。なぜなら時計を見ていて、彼が真夜中までに間に合うかどうかを気にしていたからです。彼は日焼けした顔で、笑顔を浮かべて入り、湖水や魚の内臓、コロナビールの匂いがしました。花は持っていませんでした。代わりにガソリンスタンドで買ったと思われるテディベアを持っていました。値札がまだついていて、7ドル99セントでした。私は後で計算しました。彼が不在だった1時間あたりに換算すると、約68セント。娘の最初の父親からの贈り物は、1時間あたり1ドルにも満たない価値でした。なかなかの投資です。ごめん、ベイビーと彼は言いました。魚の食いが本当に良くて、父さんがクーラーを運ぶのを手伝わなきゃならなかったんだ。でも見て、彼女は美しいし、君はよくやったと。私はよくやったのでした。まるで学校の課題を終えたか、5キロのマラソンを完走したかのように。ジャネルは部屋を出て行きました。廊下で深呼吸しているのが聞こえました。おそらく10数えて、また部屋に戻ってくると逮捕されるようなことを言わないようにしていたのでしょう。その夜、私は初めて授乳の方法を試みているとき、ブレントの電話が鳴りました。ジェラルドからで、祝いの言葉ではなく、次の土曜日の釣りの確認でした。ブレントは病室で、赤ちゃんから10フィートの距離で電話を取りました。私はスピーカー越しにジェラルドの声を聞きました。誇りに思うぞ、息子よ。女性は強い。彼女なら大丈夫だと。ブレントは電話を切り、父さんがおめでとうと言ってたよ、と私に言いました。しかし、ジェラルドは祝福の言葉など言っていませんでした。私は会話のすべてを聞いていましたが、疲れ果てていて口論する気力もなく、ただ目を閉じて、なぜこんな状況にいるのかと思いました。3週間後、病院の請求書が届きました。保険適用後で23,847ドルでした。私は共同の貯金口座を確認し、2年間かけて慎重に貯めた18,000ドルがあると思っていました。しかし、残高は3,200ドルでした。ほぼ15,000ドルが消えていました。問いただすと、ブレントは防御的になりました。父さんが事業資金の融資を必要としているんだ。在庫の問題や資金繰りの問題だ。父さんは返済すると言いました。書類を見せてほしいと頼むと、何の書類だ。家族だ。書類は必要ない。約束手形も返済期限も何もないよ、と言いました。
妊娠中の私に黙って、私に相談もせず、私の気持ちも考えずに夫が貯金を父親に渡していたのです。面白いことに、いや、面白くはないのですが、授乳のことで必死に頑張っている最中に夫が釣りのルアーの話をしているのです。私はリリー・メイを抱え、乳首をくわえさせようと苦戦しているのに、ブレントは父親と電話でラージマウスバスに効く餌の話をしている。それが今の私の現実だと受け止めました。しかし、真の衝撃は2週間後にやってきました。家事をしていると、ブレントの釣り用ジャケットのポケットに丸まったレシートを見つけました。ハンティントンのレイクサイドマリーン&レクリエーションで、釣りボートの$4600の頭金の領収書でした。日付はリリーが生まれる3週間前、ちょうどその週です。同じ週に、ブレントは赤ちゃんの部屋の壊れた暖房を修理できないと言っていました。$200の修理代もないと言いながら、ボートの頭金には$4600を使っていたのです。洗濯室でその領収書を手に持ち、暖房の壊れた赤ちゃんの部屋でリリーが泣いているのを聞きながら、胸に冷たい何かが沈みました。怒りではなく、もっと静かで、もっと危険な感情でした。私は彼に問い詰めませんでした。まだです。代わりに領収書を広げ、写真を撮ってから元の場所に戻しました。どうするべきかわからなかったけれど、何かするつもりでした。そして、彼はそれに気づくことはないでしょう。5月の終わり、リリー・メイが生まれて約10週間後に私は仕事に復帰しました。産休は正式には12週間でしたが、お金が必要でした。もっと重要だったのは、ブレントに見られずにパソコンとプリンターを使える環境が必要だったことです。新しいプロジェクトがあったのです。夫にどれほど裏切られたのかを調べる個人的なプロジェクトです。私は優秀な法医学会計士だと分かりました。誰が知っていたでしょうか。医療請求の経験が、自分の夫の経済的裏切りを調査するのに役立つとは。非常に多彩なスキルセットです。履歴書に書くべきかもしれません。昼休みの間、同僚がサンドイッチを食べたり SNS を見たりしている間、私は駐車場の車の中で銀行記録を調べていました。共同の口座の過去2年間の明細を取り寄せました。そこで見つけたものは、胃がキリキリ痛むほど衝撃的でした。パターンは明らかでした。結婚1年目は少額で、$150、$200、$350といった具合でした。事業経費だと言われ、父の在庫補充を手伝っていると。少額だったためほとんど気に留めていませんでした。信頼とはそういうものです。明らかなことを見えなくしてしまいます。2年目になると金額が増えました。3月に$500、5月に$800、8月に$1200。私は気づきましたが、彼の言い訳を信じました。事業の資金繰りやサプライチェーンの問題、短期の融資だと。彼は何とかするはずでした。リリー誕生の直前の半年間で急激に増えました。10月に$2000、12月に$3500、2月に$4100。大きな送金で、常にホロウェイ、パイプ&フィクスチャー合同会社宛て、そして私の知らないところで。合計を3度計算しましたが信じられませんでした。$67,340。28ヶ月で消えた金額です。2人の名前が入った口座から。私たちの未来、娘の未来、共に歩む人生のための資金が、私に相談もなく、許可もなく、まるで私を邪魔者扱いするかのように夫によって父親に渡されていたのです。私は車の中で5分ほど泣きました。その後、顔を拭き、冷たいコーヒーを飲み、仕事に戻りました。仕事ではなく、調査の仕事に。なぜなら、まだ掘り下げる必要があったからです。ボートの領収書がずっと気になっていました。$4600の頭金は大きな金額です。私はそれが何を買っているのか知りたかったのです。そこで、次の土曜日、ブレントが父親と湖で別の場所にいる間に、ハンティントンのレイクサイドマリン&レックへ車を走らせました。リリー・メイはチャイルドシートに縛られ、ご機嫌におしゃべりしていましたが、母親がちょっとした情報収集をしに行くことには全く気づいていませんでした。ショールームに入り、
ボートを買うふりをして若い営業マンに話しかけました。彼はとても親切で、すべてのオプションを見せてくれました。私はさりげなく、友人が最近注文したことがあると言い、名字はホロウェイだったかもしれないと伝え、どのモデルを選んだのか尋ねました。営業マンの目が輝きました。ああ、覚えているよ。その注文だ。素晴らしい選択だね。詳細を調べてみるよ。2分後、私は2024年モデルのトラッカープロチーム 195TXW、フル装備の書類を目にしていました。総額38,500円。4,600円は、のうちの頭金でした。残り33,900円はローンです。しかし、私を本当に驚かせたのはそこからでした。登録名義人は、ブレント・アレン・ホロウェイ。ジェラルドでも会社でもなく、ブレント個人です。つまり、私の夫は私たちの共同口座からお金を引き出し、父親が連帯保証人となったローンで38,000円の釣り用ボートを自分のために買っていたのに、私には一度も話さなかったのです。育児室のヒーターが買えないと言った時も、貯金がなくなっていることを尋ねた時も、一度も。私は営業マンに感謝し、考えておくと伝えて不安定な足取りで車に戻りました。運転席に座り、リアビューミラー越しにリリー・メイを見ました。彼女は私に向かってにっこりと笑い、その無垢な赤ちゃんの笑顔は、周囲で何が起きているのか全く知らないことを物語っていました。私は微笑み返し、そして姉に電話をかけました。ジャネルは私の話を遮らずに最後まで聞いてくれました。話し終えるとしばらく沈黙し、そして私の人生の方向を変える言葉を言いました。隠された資産や金融詐欺を専門にしている家族法の弁護士を知っているわ。パトリシア・オーンコっていうの。彼女はザ・クローザーと呼ばれていて、6年間も争われた離婚で負けたことがないの。私は電話番号を書き留めましたが、すぐには書けませんでした。まずはもっと情報が必要でした。ジャネルはパラリーガルとしての心意気で、ホロウェイ、パイプ、フィクスチャー合同会社の公的記録を一緒に調べてくれました。そこで分かったことは、私の想像以上に悪いものでした。ブレントは父親の会社の従業員だけではなく、18ヶ月前に 50% の所有権を持つ共同経営者として登記されていたのです。彼は私に一度も言わなかったので、会社の負債や税金問題など、すべての責任の半分を個人的に負っていることになります。また、家族の電話記録にもアクセスできました。私が家族用プランのアカウントホルダーなので簡単でした。ブレントとジェラルドは毎日3、4時間、時にはそれ以上話していました。しかし、私を打ちのめしたのは通話記録ではなく、テキストメッセージでした。ジェラルドは私のことを少なくとも12回は、その女と呼んでいました。出産の2日前、ジェラルドはブレントに、土曜日を抜けるなよ。あいつはお前を騙している、と送っていました。女性はいつもこういうことを誇張するんだ、と。リリーが生まれた翌日には、自分の立場を守って偉いぞ、と息子を褒めつつ、あいつはお前の優先ではない。家族は家族だ、と書いていました。まるで私が家族ではないかのように。まるで娘が家族ではないかのように。まるで唯一重要な家族はホロウェイの血筋だけで、私はただ邪魔な女で、彼らの生活に入り込んで要求を始めたかのように。私は昼休みに車の中でそのメッセージを読み、また泣きました。でも、泣いても何も変わらない。泣いても娘を守れない。泣いても夫が未来から奪った67,000円は戻らない。でも、準備はできるかもしれない。その週、母が私たちの家に引っ越してきました。コリーン・リッカーソン、63歳の退職した学校看護師、1メートル64で、絶対に侮れない女性です。彼女は赤ちゃんの世話を手伝うと言いましたが、私が見つけた事実を話したので、娘を一人で戦わせるわけにはいかないと決めていました。彼女は、言ったでしょとは一度も言いませんでした。ただ手伝い、おむつを替え、皿を洗い、私が遅くまで調査に没頭するときはリリー・メイを抱き、夕食を作り、私が愚痴をこぼすときは聞いてくれました。その控えめな支えは、母が私にくれた最高の贈り物の一つだったかもしれません。この時期、私は祖母のことをよく思い出しました。
リリアン・メイ・ディッカーソン、リリーの名前の由来となった女性です。祖母リリーは1962年に工場事故で夫を亡くした後、4人の子供を一人で育てました。決して愚痴をこぼさず、再婚もせず、毎日必要なことを淡々とやり遂げました。祖母は、ディッカーソンの女性は、みんなが思っている以上に強いのよ。私たちはそれを見せびらかさないだけ、とよく言っていました。私はやっとその意味がわかり始めていました。私は昼休みに法医学会計士のように調査を始めました。医療請求のスキルが自分の夫を調べるのにこんなに役立つとは思いませんでした。昔は数学が苦手だと思っていましたが、実は得意だったのです。正しい動機があれば、算数の腕は磨かれるものです。夫が泥棒だったと知った時ほど、計算力を研ぎ澄ますことはありませんでした。6月の終わりの火曜日の午後、ブレントが父の職場で次の釣り旅行を計画している間、私はついにパトリシア・オーンコに電話をかけました。病院のこと、釣り旅行のこと、お金のこと、ボートのこと、テキストメッセージのこと、会社の所有権のこと、すべて話しました。彼女は話を遮らずに聞き、いくつか質問をした後、しばらく黙りました。そして再び話し始めたとき、私の人生を変える5つの言葉を言いました。あなたには非常に優れた訴訟案件があります。パトリシア・オーンコの事務所はハリスバーグのダウンタウンにあるレンガ造りのビルの3階にあり、ウィリアムスポットから車で約1時間でした。エレベーターは遅く、カーペットは擦り切れ、待合室には2019年の雑誌が置いてありました。しかしそんなことは重要ではありません。重要なのはカウンターの向こうの女性でした。パトリシアは44歳で、短く刈り込んだグレーの髪に、首からチェーンで下げた老眼鏡を武器のようにかけていました。彼女は法律学校に入る前に12年間も法医学会計士をしていました。そして自分の辛い離婚を経験してからキャリアを変えたのです。事務所の壁には、10代の息子2人の写真や、いくつかの法律団体からの認定証が飾られていました。机の上は、件ファイルで埋まっていました。彼女は週80時間働きながら、そのすべてを心から愛しているように見えました。彼女の料金は、1時間350円。聞いたとき、私はむせ返りそうになりました。しかし彼女はこう続けました。私が信じる案件には分割払いを提供しています。そして私の資料、銀行明細、ボートの領収書、テキストメッセージ、会社の記録を確認した後、彼女は私の案件を信じてくれました。読み終わると、彼女は勝利を目前にしたものの目つきで微笑みました。あなたが受け取るべきものについて話しましょう。離婚の情報開示段階で、私が予想もしなかったことが明らかになりました。パトリシアはホロウェイ・パイプ&フィクスチャー合同会社の財務記録を召喚しましたが、返ってきたのは大惨事でした。会社は13万4000円の滞納税金を抱え、3年間にわたる、パトリシアが丁寧に言った、創造的会計つまり IRS が言うところの詐欺をしていました。複数の業者に未払いがあり、仕入れ先は取引を停止し、会社は事実上支払い不能で、現金注入でかろうじて存続していました。どこからの現金注入かって、と聞かれるかもしれません。それは私たちの共同の普通預金口座からでした。夫は2年以上にわたり6万7千円を父親に流していたのです。私たちの貯金はジェラルドの失敗した会社を支え、私は未来を築いていると思っていました。そしてここからが本当に興味深いところです。ホロウェイ・パイプ&フィクスチャーの 50% の所有者として、夫が私に一度も話さなかった所有権の割合により、彼はすべての責任の半分を個人的に負っています。税金の滞納、業者への未払い、父親が引き起こした金融破綻の半分です。パトリシアはメガネを外し、チェーンにぶら下げました。あなたの夫は、情に深刻なトラブルに巻き込まれているわ。まだ本人は気づいていないけれど。私たちの家は最大の資産でした。3年前、結婚したばかりの時に28万5000ドルで買った家でした。頭金は3万5000ドルで、両親からの贈り物でした。母のコリーンとコハワード父が、私たちの新生活の助けにと渡してくれたお金です。
取り消された小切手も、頭金のための贈与であることを明記した贈与証明書も手元にありました。それらの書類を見たパトリシアの目は輝きました。ペンシルベニア州では、ある条件下で配偶者への贈与が別財産として扱われることがあると説明してくれました。その頭金の書類が全てを変えます。あなたは単に家の資産の半分を受け取る権利があるだけではありません。$35,000の頭金全額と、その後の価値上昇分のあなたの取り分をしっかり請求できるのです。住宅ローンを差し引いた現在の資産価値は約$67,000。頭金の返済分とそれ以外の取り分を合わせれば、かなりの額を手にすることができそうです。大金ではないけれど、新たな生活を始めるには十分でした。そして、あのボートもありました。$38,500の釣り用ボートは、$4,600の頭金を私たちの共有口座から出して購入したものです。ペンシルベニア州法では、その価値の半分を私が受け取る権利がありました。パトリシアは、もしブレントが私の分を買い取れなければ、裁判所がボートの売却を命じ、売却代金を分割することができると説明しました。ブレントの差し迫った財政難を考えれば、彼がそのお金を用意することは不可能でしょう。娘の部屋の暖房器具よりも大ごとにしていた釣りボートが、元妻に支払うために売られるかもしれないのです。カルマが本当にあるとは言いませんが、ないとも言いません。パトリシアは、私に自分名義の別の普通預金口座を開くよう勧めました。完全に合法で、結婚していても自分名義の口座を持つ権利があると保証してくれました。私は給料を共有口座ではなく、そちらに入金するようにしました。2週間ごとに$1,200が別の場所に移ることになります。ブレントは触れませんでした。また、すべての書類のコピーを作りました。過去3年分の税申告書、結婚以来の銀行取引明細、家の権利書、2台の車の名義証明書、ブレントとジェラルドの間のテキストメッセージもすべて手に入れられる限り保存しました。原本は普段の場所に置き、コピーはスクラントンにいる母のクローゼットの箱に隠しました。日記ではなく記録をつけ始めました。感情を書き連ねる時間はなかったので、日時と事実のログです。ブレントが娘よりも釣りを選んだ日を毎回書き留めました。5月3日、午前5時に釣りに出かけたブレント。リリー・メイは夜中ずっと熱があり、体温は38度4分でした。私は一人で対処しました。彼は午後7時に帰宅し、娘の具合を尋ねてから寝ました。5月10日、リリー・メイの洗礼式のために釣りを休むよう頼みました。ブレントはジェラルドが湖の場所を予約済みだと言いました。洗礼式は、翌週の17日に延期されました。5月17日、午後9時に帰宅したブレント。リリー・メイは2時間も泣き続けていました。私は彼の居場所を尋ねると、わからないと言いました。父と息子のことだと。私は彼の娘を持つ母親として十分理解しています。5月24日、ブレントが$1,800をホローウェイ配管設備に振り込んでいました。銀行アプリで通知を見つけました。問いただすと、お前には関係ないと言われました。共有口座なのに関係ないとは驚きました。気づかれずに隠し事をするのは、注意を払われていない相手には案外簡単です。私はサプライズパーティーの計画をしていたかもしれませんし、マンダリン語を学んでいたかもしれません。マラソンのトレーニングをしていたかもしれません。実際は、離婚の準備をしていたのに、ブレントは私の生活の何も気づきませんでした。私が遅くまで働く理由も、母が引っ越してきたことも、私の距離感も、彼は全く気に留めませんでした。彼は次の釣り旅行のことで頭がいっぱいで、妻が逃げ出す準備をしていることに気づかなかったのです。以前は夜、犯罪ドキュメンタリーを見るのが好きでした。警察が知らないことを妻が知っているような話です。今、私は自分自身の調査をしていました。意外にも、探偵役は思った以上に得意でした。ただし、夫が犯罪の天才だったわけではありません。むしろ普通の犯罪者の頭でした。基準は低かったのです。パトリシアと私は提出戦略を決めました。ペンシルベニア州では離婚申請はいつでもできますが、タイミングが重要です。彼女は金曜日の午後、
裁判所の閉庁時間ギリギリに提出することを勧めました。そうすれば、ブレントは翌月曜日まで反訴や緊急申請ができません。週末は私の計画を実行する時間になります。7月26日金曜日、午後4時47分、裁判所が閉まる13分前にパトリシアは離婚申請を出しました。軽蔑に基づく離婚、つまり結婚が耐え難いものとされた法的根拠で申請しました。リリー・メイの全面的な法的及び身体的親権、収入差に基づく養育費、資産の公平分配、頭金$35,000の返済、釣りボートの価値に対する正当な取り分、すべてが動き始めました。あとは最も難しいこと、あと一晩だけ普通に振る舞うことでした。金曜の夜、夕食はブレントの好きなミートソーススパゲッティを作りました。二人で食べて、テレビを見て、早めに寝ました。午後10時には彼は眠りました。私は天井を見つめながらチェックリストを思い返しました。二つのスーツケースはガレージに隠してありました。リリー・メイのチャイルドシートはすでに私の車に取り付けてあります。重要書類は母の家に置き、結婚指輪は置いていく準備ができていました。7月27日土曜日、午前5時にブレントの目覚ましが鳴りました。釣りの日です。彼は私の額にキスをして、私は眠っているふりをしました。今夜帰るよ。良い一日をと囁きました。私は目を閉じ続け、ジェラルドのトラックがドライブウェイに入る音を聞きました。ブレントが釣り道具を積み込み、エンジンがかかり、砂利を踏む音を聞いて、目を開けました。時が来たのです。午前5時15分、私は素早く、しかし冷静に動きました。過去1ヶ月間、心の中で何度もリハーサルしてきた通りです。すべてのステップを計画し、行動は意図的に。動揺も迷いもなく、ただ実行しました。2つのスーツケースをガレージから出しました。1つは私の服と必需品、もう1つはリリー・メイが数週間必要なものです。私の名義だけの2018年式日産ローグに積み込みました。結婚がこじれる前にした数少ない賢明な決断の一つです。リリー・メイはまだ眠っていたので、ベビーベッドから抱き上げました。少し目を覚まし、心を溶かすあの柔らかな赤ちゃんの声を出してから、私の肩に寄りかかりました。3年間私の家だった家を通り過ぎました。キッチン、そこでは1000回の夕食を作りましたが、ブレントはほとんど気づきませんでした。リビング、彼がテレビを見ている間に私が夜間の授乳を担当していました。暖房が壊れたままの子供部屋も通り抜けました。リリー・メイをチャイルドシートに固定すると、彼女は眠ったままでした。完璧な赤ちゃん、いつもそうでした。出発前にもう一度家の中に戻りました。寝室に行き、結婚指輪をブレントの枕の上に置きました。4年前、彼がプロポーズした指輪です。かつて彼が誰かを優先できると思っていた頃の約束の象徴でした。もういりません。彼が守らなかった約束の証でした。台所のカウンターに離婚申請書を置きました。47ページすべてです。その上に黄色い付箋を1枚。妻は捕まえても離せない。14ページを読めと書きました。釣りのユーモアで賢いと思いました。彼もいつか理解するでしょうし、しなくても構いません。書いたとき、私は笑いました。数ヶ月ぶりの笑いでした。午前5時45分、私は北へ向かう81号線にいました。母の家まで70マイル。安全な場所まで70マイル。これからの始まりまで70マイル。朝日がペンシルベニアの丘をオレンジとピンクに染め始めていました。リリー・メイは後部座席で眠っています。ラジオからは穏やかな80年代の知らない曲が流れていましたが、なぜか心地よかったのです。私は制限速度で走りました。目立つ必要も急ぐ必要もありません。ブレントが帰宅するのは15時間後のことです。その頃には、私は子供の頃の自分の部屋で落ち着き、母とお茶を飲みながら、数日前に用意したポータブルベビーベッドで眠る娘の姿を見ていました。私はやり遂げたのです。実際にやり遂げました。あとは待つだけでした。ブレントが帰宅したのは、午後8時23分でした。なぜなら、
ジェラルドのトラックにはジープの追跡システムがついていて、ブレントが何年も前に言っていたことを私は記憶していたからです。彼は午後8時19分に車道に入ってきました。4分間で荷物を下ろし、家に入る時間です。彼が見たものを想像できます。暗い家、空っぽの部屋、赤ちゃんの泣き声や妻がその日のことを尋ねるはずの静寂、カウンターの上の書類、そして付箋。彼がその付箋を読んで、最初は混乱し、次に14ページをめくる様子が思い浮かびます。そこにはパトリシアが私たちの共同口座からのすべての引き出し、67,340円が日付と金額ごとに記載されていました。15ページには、ボートの購入に関する領収書と登録証のコピー。16ページには、ホロウェイ、パイプ&フィクスチャーの5割の所有権と、会社の13万4000円の税金負債に対する彼の個人的な責任。17ページには、私の頭金請求権と家の持ち分が書かれていました。彼が読み終えた頃には、手が震えていたに違いありません。午後8時47分、私の電話の画面が明るくなりました。ブレントからの電話です。私は出ませんでした。すぐに留守番電話に切り替わりました。午後8時48分、またブレントからの電話。留守番電話。午後8時49分、テキストメッセージ。ベイブ、これは何？どこにいるの？午後8時52分、電話。留守番電話。午後8時55分、テキスト。これ、おかしいよ。話そう。帰ってきて、午後9時3分、テキスト。僕は間違ってた。直せるよ、お願い。午後9時15分、電話。30分以内に17回目の着信。留守番電話。深夜までに彼は17回電話をかけました。なぜなら翌朝、私は通話履歴をチェックしたからです。午前6時に私がブロックした番号に47回もかけていました。その直後、私はスクラントンの死境を超えました。人は、許すことは怒りを手放すことと言いますが、私は、相手の番号をブロックすることは、彼らがあなたを煩わせる力を手放すことだと思っています。同じエネルギーで、より早い効果です。日曜の朝、ジェラルドは母の家に車でやってきました。私は2階の窓から彼のトラックが到着するのを見ていました。彼が玄関に向かい、拳でドアを叩くと、コリーンが出てきました。私の母は身長5フィート4インチ、63歳の元学校看護師で、威圧的に見えるタイプではありませんが、その玄関でまるで要塞のように立っていました。ジェラルドが何を言ったかは聞こえませんでしたが、私に合わせろという要求や非難、あるいは脅しを想像できます。コリーンの返答は、落ち着いて明確でした。窓を通して私は、の言葉をすべて聞きました。私の娘と孫は休んでいます。今すぐ帰るか、警察を呼ぶか。選択はあなた次第です。彼女は声を荒げませんでした。必要ありませんでした。ジェラルドはしばらくそこに立ちすくみ、おそらく威圧しようとしても、明らかに屈しない女性にどう対処すればいいか考えていたのでしょう。そして彼は振り返り、車に戻って去っていきました。彼は屈しない女性に慣れていませんでした。しかしこれから多くのそうした女性たちに出会うことになります。その後の数ヶ月はパトリシアが予言した通りに進みました。私の収入が住宅ローンをカバーしなかったため、支払いはすぐに遅れ始めました。ブレントは4月と9月の支払いを怠りました。10月までに銀行から差し押さえの警告が届きました。彼が優先していた釣り旅行よりも、家が彼の手から滑り落ちていったのです。一方、パトリシアの法定会計士はホロウェイ、パイプ&フィクスチャーの帳簿を調べ、過去3年間にわたる明確な税務詐欺の証拠を見つけました。裁判所の一員として、パトリシアは疑わしい詐欺を適切な当局に報告する義務がありました。彼女は8月下旬にこれを行い、10月までに内国歳入庁が調査を始めました。11月には、完全な監査が終わるまでジェラルドの事業口座が凍結されました。ドミノ倒しのように事態は進みました。9月には、姓の下での尋問が行われました。パトリシアは、レントとジェラルドを別々に尋問しました。ブレントの尋問は、
避けなかったです。彼はお金がどこに行ったのか説明できず、税金の負債について知らなかったと主張しました。父親がすべての財務を管理していたといい、ジェラルドを批判しながらもどこかで擁護していました。まるで沈みゆく船を自ら穴を開けて守ろうとしているかのようでした。しかし、ジェラルドの尋問こそが本当の見物だったのです。彼の弁護士は明らかに自己防衛を指示し、自分の責任を最小限に抑え、彼が招いた財務の破綻から距離を置くよう助言していました。パトリシアは共同口座からの資金移動について尋ねました。ジェラルドはブレントに助けを求めたと言い、ブレントは申し出ただけで、誰かに強要はしていないと答えました。資金がブレントと私の双方のものであることを知っていたかと聞かれ、ジェラルドは、ブレントは自分の家計を扱っている。俺の知ったことではないと言いました。次にパトリシアは、ブレントに対する彼の影響力、毎日の電話、私に向けた、あの女と呼ぶテキスト、そしてブレントの人生のすべてよりも優先される土曜の釣り旅行について尋ねました。ジェラルドは弁護士とブレントを見て一瞬黙り込みました。ブレントは部屋の隅に座って父の証言を見ていました。そしてジェラルドは、彼らの関係を永遠に終わらせる言葉を口にしました。ブレントはいつも人に流されやすい。誰にもノーと言えない弱さがある。それは彼の問題で、俺の問題じゃない。私はその場にいませんでしたが、後でパトリシアが教えてくれました。ブレントの顔が青ざめ、まるで腹を殴られたような表情をし、ついに父親の本当の姿を見たと言いました。でもそれは遅すぎました。3年遅すぎたのです。私にとっては、生涯遅すぎました。離婚は11月に成立し、私が申し立ててから4ヶ月後のことでした。パトリシアは約束通り、頭金の返済、家の持ち分、リリー・メイの完全な法的及び身体的親権を獲得し、養育費を月1100円、ブレントの給料から自動的に差し引くようにしました。ブレントは月に1回、社会福祉士が立ち会う施設での監督付き面会権を得ました。裁判所は彼の行動パターン、欠席の記録、余暇を親としての責任より優先したこと、財務の詐称を考慮し、彼を無監督で娘に会わせることはできないと判断したのです。彼が申請し、決して欠かせなかった釣り旅行は、妻が陣痛中に出かけたほどで、それが彼にとって本当の娘との時間を失う原因となりました。あの電話についても話さなければなりません。タイトルにある最初の土曜の夜、7月27日、ブレントが書類を見つけた2時間後のことです。彼の48回目の電話でした。今回は、番号をブロックする前に留守番電話に切り替えて、彼が何と言うか聞いてみました。彼は泣いていました。実際にすすり泣いていました。4年間の付き合いの中で、彼が泣くのを聞いたことは一度もありませんでした。祖父の葬儀でも。お願いだ、デスティニー、帰ってきてくれ。全部間違ってた。変わる。約束する。釣り早める。本物の夫、本物の父親になる。もう一度チャンスをくれ。君なしではやっていけない。私はその留守番電話を一度聞いてから削除しました。返事をしようか3秒ほど考えましたが、娘の心拍数が落ちていた時に彼が送ったテキストを思い出しました。パパ、今日は魚がよくかかってるよ。知らせてね。私は彼の番号をブロックし、それ以来電話に出ることはありませんでした。もしこの話があなたに何かを伝えられたなら、ぜひ、いいねとチャンネル登録をお願いします。皆さんの応援は本当に力になります。こうして物語を作り続ける原動力です。心から感謝しています。さて、この話の結末をお伝えしましょう。家は1月の差し押さえオークションで売られました。市場価格より安い26万2000円でした。しかし、住宅ローンの支払いとパトリシアによる私の和解金の回収後、私は7万8000円を手にしました。これは3万5000円の頭金、残りの持ち分、そして裁判所が承認した、ブレントの財務詐称に基づくいくつかの調整を含んでいます。ボートはブレントが約1年間ローンを返済していたため、残高は1万9000円ほどに減っていました。離婚後、彼が支払いを続けられなくなると、裁判所は売却を命じました。
オークションでは11,000円で売れました。ボートの価値は急速に下がります。ローン返済後、約12,000円が残りました。私はその半分、6,000円を受け取りました。大した額ではありませんが、それは正義を感じさせるものでした。彼が買ったあのボートは、娘の保育室の暖房を直す代わりに、新しいベビーベッドを買う資金になりました。養育費は12月から支払われ始め、ブレントの給料から毎月$1,100が自動的に差し引かれます。彼はそれから逃れられません。支払いを忘れることも、お金がないと主張することもできません。まるで時計のように、2週間ごとに$550が私の口座に振り込まれます。ブレントが何かに対して最も信頼できる瞬間です。1月に私はスクラントンに永住しました。母の家から15分ほどのところにある3ベッドルームのタウンハウスを見つけました。和解金の$15,000を敷金や家具、緊急用資金に使い、$40,000をインデックスファンドに投資しました。これは祖母がいつも説いていた、長期的な安全のためにお金を育てる場所に置くという考えです。残りの貯金は、もう誰にも頼らない口座と呼んでいます。年利 4.5% で増えています。元尾は、私の興味を引くことに一度も努力しませんでした。3月には昇進しました。スクラントンの大きな医療施設でシニア請求スペシャリストとして働いています。上司のクラウディアという女性は、シングルマザーとして3人の子供を育ててきた人で、私の気持ちを理解してくれます。年収は$58,000で福利厚生もあります。贅沢ではありませんが、快適で安定しています。私のものです。リリー・メイは今18ヶ月で、歩き始め、話し始めました。いや、主にバブリングですが。先週、ママと言った気がして、心が張り裂けそうになりました。彼女は私の目を受け継ぎ、残念ながらブレントの鼻も受け継ぎました。でもそれだけです。あとはすべて、価値観も強さも、誰かの優先事項であるに値するという理解も、私と母と姉から受け継いでいます。私たちはいつもそこにいましたし、これからもそうです。ブレントは家もボートも失い、娘と監督なしで会う権利も失いました。私が彼に持っていた尊敬の念も消えました。差し押さえの後、彼は父親の店の上にある借りた部屋に引っ越しましたが、その店はもうジェラルドの所有ではありません。国税庁の調査は2月に終わり、ジェラルドは未払いの税金や罰金、利息を払うためにホローウェイパイプと備品を売らざるを得ませんでした。今は新しい所有者の下で普通の従業員として働いています。32歳のカイルという男に命令され、金曜日には倉庫の掃除をしています。ブレントのリリー・メイとの監督付き面会は月に1回の土曜日に設定されていますが、離婚成立から6ヶ月のうち、彼が現れたのはたった2回だけです。残りの4回はキャンセルで、いつも車の故障だの仕事の緊急事態だの体調不良だの、同じパターンで違う言い訳です。そして、結婚式でも葬式でも子供の誕生でも絶対に欠かせなかったと言っていた、土曜日の釣り旅行はどうなったかといえば、ジェラルドが、カイルに倉庫で週末も働かなければならないと言っています。おかしな話です。ブレントが結婚を犠牲にしてまで守ろうとしたものは、完全に消えてしまいました。ジェラルドの都合が悪くなるや否や、優先順位が変わってしまったのです。もし私にまだ同情心が残っていたらブレントに同情したでしょうが、それは病院までの車の中で陣痛に耐えながら、釣り旅行の12分間の遅れも惜しまれなかった自分を思い出して、すべて使い果たしました。離婚成立から6ヶ月後、私はルート6沿いのウェグマンズで週1回の食料品の買い物をしていました。リリー・メイはカートの中で博多目をかじりながら、通りかかる人々を魅了していました。バナナを手に取ったところで、シリアルの通路に曲がると、ブレントが立っていました。彼は年を取り、疲れて痩せていて、まるで人生にかじられているかのようでした。彼は店のブランドの安いコーンフレークの箱を持ち、値段を見つめてまるで腹を立てているようでした。私たちは、おじにお互いに気づきました。彼の顔は、秒の間に6つの感情を通り過ぎました。驚き、恥、希望、絶望、後悔、かつては愛だったかもしれない何かが変質したもの。
運命だと彼は声を震わせて言いました。待っていたと言いたかった。でもそれは彼の言葉を聞きたかったからではなく、彼が苦しむのを見守る権利を得たからです。ごめん。やっと言える。全部間違っていた。父さんのことも、お金のことも、釣りのことも、病院において言ったことも、全部。自分がどれほど愚かだったか、今はわかる。ただ、何を失っているのか知らなかったんだ。私はしばらく彼を見つめました。私が結婚した男。信じていた男。娘の誕生の瞬間を釣り旅行よりも優先し、未来から$67,000を盗み、父親に私をあの女呼ばわりされても一度も守らなかった男。言いたいことは、まほどありました。怒りも、失望も、裏切りの年月も、ウェグマンズのシリアル通路でぶちまけたかった。でも復讐について学んだのは、最高の復讐は誰かを苦しめることではなく、完全に前に進んで、相手の苦しみが自分には関係なくなることだということです。だから私は怒鳴らず、泣かず、彼にまだ私の感情を支配する力があることを見せませんでした。ただ微笑みながら言いました。いつか、本当に大切にしたいものが釣れますように、ブレント。そしてカートを押して彼を通り過ぎ、リリー名のためにチアリオスの箱を取って歩き続けました。買い物を済ませて車に積み込み、母が夕食を作っている自宅のタウンハウスに戻りました。リビングには娘のおもちゃが散らばり、私の人生は混沌として不完全だけれど、完全に私のものです。振り返りませんでした。後ろには必要なものは何もありません。人は小さな瞬間に本性を見せます。3年間の毎週土曜日の朝、ブレントは自分が誰なのかを私に示しました。父親がいつも最優先で、伝統が約束よりも大切で、私は結婚生活の中で後回しだと。3月のある土曜日、彼は娘の誕生を見届ける代わりに釣り旅行を選び、6分おきの陣痛の中、私を車に置き去りにしました。彼は一つだけ正しかった。私はそれに耐えられたのです。私は病院を乗り越え、出産を乗り越え、彼の嘘を知り、裏切りを記録し、弁護士を雇い、離婚を申し立て、人生を一から作り直しました。陣痛の中、自分で病院に行った女性は何でもできます。過小評価されるということは、誰かがあなたを弱いと思い込むことです。彼らはあなたが反撃するとは思いません。湖を見ている間に嵐が迫っていることに気づかないのです。だから、私が学んだことを誰かのために伝えたい。誰かがあなたを優先しないと言ったら、それを信じなさい。言い訳をせず、変わることを望まず、愛だけで十分だと思わずに。初めてでも10回目でも100回目でも信じて、その上で本当に大切な決断をしなさい。自分を一番にすること。だって、誰もあなたの代わりにそれをしてくれないのだから。この話を最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。最後まで見てくれた皆さん一人一人に心から感謝しています。もしこんな話をもっと聞きたいなら、すぐそばの画面にもう一つあります。あなたのために選びました。気に入ってもらえると思います。それでは、次の動画でお会いしましょう。